はい、今回は Waves の新しいプラグイン、バザークについて解説していきたいと思います。バザークは歪み系のプラグインで、シンプルなディストーションからかなりトリッキーなサウンドまで作り出すことができます。まず上のドライブセクションから見ていきましょう。ここでベーシックな歪みサウンドを形成することができます。大きなドライブのつまみは、その名の通り歪みの強さをコントロールするものです。上げていくと歪みが強くなります。インプットを適度に上げておいた方が効きが明確になります。右上のキャラクターで歪みのタイプを選択します。いくつか聞いてみましょう。サチュレーションっぽい歪みから破壊的な歪みまでいろいろなタイプがありますね。その下の Go ボタンは歪みにランダムな特性の変化をもたらすものです。1回押すごとにサウンドが変化し、このように波形の形も変化しています。その下のデンシティつまみでこの効果の強さを決めます。左上の ST、MS と切り替えるボタンでは、ステレオソースに対して歪み効果を与える対象をソース全体のほか、ミッドのみ、サイドのみと限定することもできます。ドライブセクションの下、プロセッシングセクションには、フィードバック、ダイナミクス、EQ の3つの機能が用意されています。フィードバックはオシレーターでソースのサウンドのリズムに合わせてサイン波を生成し、トリッキーなサウンドを生み出すことができます。ブレンドを上げることで、このようにピッチを伴ったサウンドが徐々に含まれるようになります。レベルではフィードバックの音量をコントロールします。このフィードバックはお聞きの通りピッチが変化していますが、その変化の高低差をコントロールするのがこちらのロー、ハイつまみです。フィードバックのピッチはハイからローに向かって変化します。その左下にフリーケンシーとピッチを切り替えるスイッチがありますが、これがロー、ハイのパラメータに関係します。デフォルトではピッチになっており、このモードではロー、ハイのパラメータを音程で指定します。動かしてみると、このように音程が表示され、ピッチの高さが変化していますね。隣のプラスマイナスボタンでオクターブを変更することもできます。スイッチをフリーケンシーに切り替えると、ローハイつまみでは周波数を指定できるようになります。スピードつまみでは、このハイからローへのピッチの動きの速さをコントロールします。タイプスイッチでは、このモジュレーション効果の対象を切り替えることができます。サインでは生成したサイン波、インではソースのサウンドとなります。残りのスイッチとつまみはサイドチェーンをコントロールするパラメータです。イン、エクスターナルスイッチがインの状態では、モジュレーションの対象をフィルターすることができます。ハイパスを上げれば、指定した値よりも低域が対象外となり、ローパスを下げれば、指定した値よりも高域が対象外となります。イン、エクスターナルのスイッチをエクスターナルにすると、サイドチェーンの対象を他トラックからのセンド信号とし、さらに複雑なモジュレーション効果を生み出すことも可能です。ダイナミクスはエキスパンダーのような機能を持っており、ソースのサウンドの強弱に応じて歪みを付加することで、サウンドに抑揚を与えることができます。ブレンドを上げると抑揚が強まっていきます。スレッショルドを移動すると、歪みを与える対象となる音量レベルの式位置を変更することができます。
アップダウンスイッチはスレッショルドレベルよりも上に歪みを与えるか下に歪みを与えるかを切り替えます。ライダーダイナミックスイッチをライダーに切り替えると、ダウンではスレッショルド以上の音量が歪み、以下は原音のままとなります。アップにするとスレッショルド以下の音量が歪み、以上の音は原音のままとなります。ちょうど境目あたりにスレッショルドを持っていくと面白い効果が得られます。 EQ はその名の通りで、ハイ、ミッド、ローの3バンドで音質を整えることができます。一番下のアウトプットセクションでは、原音とエフェクト音のバランスを決めるミックス、音量を決めるアウトプットの他に、サウンドのカラーを決めるテンパラチャーというパラメーターがあります。テンパラチャーを右に回すと温かみのある滑らかなサウンドになり、左に回すと明瞭でシャキッとしたサウンドになります。以上、このようにワザークは単なるディストーションではなく、かなりクリエイティブなサウンドメイクを楽しめるプラグインです。ぜひ様々なソースに適用して思いもよらない化学変化を起こしてみてください。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。